はい、こんにちは。今日はね、水晶探しの旅やっていきたいと思います。さっきのバージョンアップで実装された資材の一つなんだけど、そのうち未踏破の土地まで行かないとゲットできない資材がこの水晶で、今回は他にも目玉商品がいっぱいあるんだけど、その辺は向こうしばらくでやっていく予定があるのと、今回もちらほら出てくるので、やりながらお話ししていきましょうかね。ということで行ってみましょう。まず出発する前に今すぐゲットできる新素材があるので、そこからこの古代のトランジスタとトリガースイッチ、これらは自爆ドローンがドロップするので、未踏破の土地に行かずにゲットできます。なので今まで何もドロップしなかった自爆ドローンをこうやって海に叩きつければ、あれですね。古代のトランジスタがゲットできました。トランジスタには通常型と反転型があって、これがランダムに出るみたいなんだけど、うまく遠くに投げないと船体が破損するので、設計図機能を使ってこんな感じで自爆ドローンをバンバン破壊してるんだけど、同じく自爆ドローンからトリガースイッチが入手できるはずなんだよな。あれか？最初の一つが出にくかったんだけど、実測10分の1くらいなのかな。今回はトリガースイッチが欲しかったので、今後使う分も考えていくらか粘ったんだけど、今回は使わないトランジスタがもういらないってくらい手に入っちゃって一旦船の飾り付けにでもしときましょうかね。よし。で、簡単にトリガースイッチの動作確認をすると、トリガーを押してる間だけ通電させる機能があります。で、せっかくなのでこれを使って出発前に船をプチ改造します。従来のスイッチはベアリングを接触させる仕組みにしてたんだけど、これを単純にトリガースイッチに入れ替える。これで接触が確実になるし、誤動作がなくなるはず。本当はコンデンサとか使ってもっと便利にできないかも考えてみたんだけど、どうなってんだこれこれに関してはまだ私が理解できてないので、またいつかってことで置いといて、通電チェックをしてみた感じ、特に問題なさそう。よし、これで準備が整ったので、いよいよ旅に出ましょう。いざ。船がちゃんと動くところまでは前回確認してたんだけど、トリガースイッチを使うことでさらに安定して動かせるようになりました。っていうのもね、さっきみたいなダイヤル式だと回した時に船体が引っ張られて、それで方向が少し変わったりもしてたんだけど、
トリガー式だと両腕で船体をがっしり掴んだままで、なおかつ余計な操作が発生しないので、ちゃんと意図した通りに進めます。で、今目の前に見えてる島の方を目指してるんだけど、左側にはさっきまでいた大陸がまだ続いてって、一応未踏破ではあるので、そっちも確認しながら進んでます。割と近くまで歩いたことがあるので、未踏破の判定になってるかどうかは微妙なんだけど、あ、なんか見慣れないものが見えたぞ。多分ね、あれが新実装の交渉だと思うんだよね。はい、とりあえず船を停泊させたので、ここから探索しに行きます。今回は戦うつもりはないので、これ1本で大丈夫かな。確かこっちの方向だったはず。ありました。これが交渉ですね。これを壊すと何らかの鉱石が出るはずなんだけど、タングステンブレードがあれば簡単に割れると思ってたんだけど、意外と硬いあ、中身は金ですね。いきなり最高級の鉱石が手に入るとは幸先がいい。こんな感じで着眼していって、チャクラムンも粉々になっちゃったんだけど、なんとかなったな。修理するために設計図を使いたいんだけど、あの辺から電池を拝借するか。破損して重量が減ってるので元通りにはならないんだけど、まずこんなもんで、とにかく金をゲットすることができました。よし、これでいっぺん船に戻るとして、あ、まだある。ちょっと位置が悪いな。今回は戦いたくなかったんだけど、攻撃してくるならしょうがない。とりあえず敵は黙らせといて、お、さっきの交渉より破壊しやすいな。肝心の中身はというと、今回は銀ですね。よし、さっきの金と合わせて船に戻りましょうか。で、船にはタングステンの予備もあるので、武器を使い慣れた形で作り直して、少し別の方向も探してみたところ、もう一個ありました。何が出るかな、何が出るかな。また金ですね。こうやって中身が見えない状態で削っていくのは宝箱みたいな感じで楽しいかもしんないっていうかね、さっきは船から見えてたのでそのまま歩いてきたんだけど、内陸側の偵察はこいつの出番ですね。いざ。上空から見れるのって歩くよりも把握しやすい。途中見落としもあったかもしれないので少し戻る方向でも確認してみたんだけど、この辺にはもう他にはなさそうですね。よし、もっと先まで進んでみましょう。
そんな感じで船を少し進めては V トールで偵察をして、特に何もなければさらに船を進めて、そこから偵察ってのを繰り返していきます。で、交渉に関しては今まで地面に鉱石が転がってた代わりにこの交渉が出るようになったって感じで、交渉そのものは特にレアアイテムってわけでもなさそうですね。それはそれで今までみたいに小さい金とか銀が落ちてると上空からだと見えにくいこともあったんだけど、交渉くらいの大きさがあると探しやすいですね。で、交渉を見つけた時は鉱石をゲットしたりはしたんだけど、交渉自体は見つけることはあっても、今回主目的にしてる水晶はなかなか見つからない。ちなみに交渉自体はダメージを与えた時は割れたりせずに削れてなくなっていくので、交渉自体を素材として加工するのは難しいかもしんない。まあとにかく問題の水晶は交渉にくっつくような形で生成されるみたいなので、パッと見ただけでわかるはずなんだけど、あれか。おー、ありましたー。っていうか結構でかいとりあえず場所が確認できたので、船から刃物を持ってくるとして、こいつは直接剥がせるのか。いや、思わず叫んじゃったんだけど、これで良さそうですね。他の物体と重なるように生えてるので、外した弾みで壊れちゃったみたいなんだけど、どのみちこの大きさで使う必要があるような気がしないので、まあ問題ないでしょう。よし、とにかくこれで水晶をゲットすることができました。ということで水晶探しの旅やってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。ちなみに今回の航路はこんな感じになってて、元言ったリゾートアイランドから隣の島に来ています。で、実はリゾート地から見た時にこの島には硫黄があるのが分かってたので、ついでに硫黄をゲットしようと思ったら、さらにそのついでに交渉を見つけたりして、なかなかいい感じにお宝をゲットできましたね。まあとにかく硫黄もゲットできました。で、今回のアップデートで実装されたもののうち、ゴムの扱いに変更が入ってるので、次はこの辺をやっていこうかな。ということで次回は低反発ゴムやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。